はい、というわけで本日の動画なんですけれども、ケナメタルさんのツールをレビューしていきたいなと思います。皆さん、ケナメタルと聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか？私ケロ、ほとんど使ったことない。というわけでですね、私ケロのケナメタルのイメージといえば、スローアウェイのなんかすげえでかいやつをブリブリ加工していくっていうイメージが YouTube を見てたらあります。アメリカのYouTuber の動画をよく見ているんですけれども、そういうイメージ。なんかパワフルな機械でパワフルなツールを提供しているみたいな、そんなイメージなんですけれども、実はソリッドツールも結構繊細な作り込みをしていて、豪快なスペックを発揮しているというツールということで、私レビュー用のツールとワーク、そしてレビュー用の切削条件をいただいているんですが、ケナメタルさん、私に切削条件の起動ボタンを押せと言うんですか？とんでもない条件を用意してきましたけれども、そこら辺レビューしていきたいなと思います。ケナメタルが提案するドリルとエンドミル、レビューしていきましょう。中鉄、鉄用のドリルとなっております。回転当たり送りが 0.24 です。それを聞く分には比較的普通かなとは思いますけど、とりあえず1列目いきます。こんな感じなんだ。作為かなという感じですかね。2列目の加工条件なんですが、切削速度が160、回転当たり送りが 0.37。いきましょう。うわ、怖い！送りが怖いマジで怖いわ。いくら作為 FC とはいえ、まだ行くそうです。まだ行くそうです。切削速度210。そして、回転当たり送りが 0.5 となっております。タップの回転当たりピッチみたいな感じになってきとうけど。うわー！はい。90度返しまして、クロス穴を開けていきたいなと思います。鋳物だし、比較的作為材料でございますので、こんな感じなんかなっていうところでしょうか。鋳鉄ってサくてですね、加工の難しい素材ではないというか、加工に関しては非常に楽な素材。この HPR ドリルはいわゆる普通の鉄にも対応しているということで S50C に変えて加工していきたいなと思います。1列目を回転当たり送り 0.25、2列目を回転当たり 0.3、3列目を回転当たり 0.35 となっております。わー、もう結構やけどな。回転当たり送り 0.3 です。おー。F2005 主軸トルクを見ましょうか。結構上がってるね。ドリルでこんなやる？だいぶ機械の性能を使ったね。10.00 のこのピンを送りが遅かった方から入ります。入ります。入りますと。なるほど。10.01 のピンを入れてみます。入らない。入らない。入らない。10.01 のピンが入らないが、10.00 のピンは両方とも入ったと。穴もね、非常に光沢のある感じに開いております。クロス穴を開けていきます。結構早いな。素晴らしい。名品位高めですね、かなり。言われなければリーマーでも通したんですかぐらいの綺麗さの穴になっております。この HPR ドリル、非常に特徴的なデザイン、形状をしておるというのは私でもさすがにわかるというところになっております。ご覧のようにダブルマージン仕様となっておりますね。ここマージンが2つありますと。
そして肩の部分がちょっとこう丸くラジアス形状になっておりますと。ラジアス形状にするやつはだいたいバリ対策みたいなところじゃないでしょうか。そして今ね、この先端が可愛くツンと出ている感じがね、わかるかなと思います。非常に独特なシンニングがされているというのが見て取れるかなと思います。はい。そしてこの角度からも、結構独特なねシンニングの形状が見て取れて、こことここの厚みが、立体的に把握するとめちゃくちゃ薄くなっている感じになっておりますね。ここにねオイルホールの穴にも軽くこうちょっと逃がしみたいなのがあって、ここの溝からこうクーラントがこっち側にね刃先側に、送り込まれるような形状になっているなという感じですね。ハービー1というエンドミルなんですけれども、4枚刃不等分割不等リードのエンドミルとなっておりまして、パッと見で不等分割だなという感じのレイアウトになっておるんですけれども、ホルダーもケナメタルさんより支給されておりまして、サイドロックのホルダーとなっております。日本国内ではサイドロックのホルダーでエンドミル掴むってあんまりないのかなと思うんですけれども、切り欠きが用意されております。結構欧州であったり海外の方では粗加工に使うエンドミルはサイドロックが多いという風な噂は聞いておりました。と言いますのも、サイドロック、抜けが物理的に起きないっていうのと、振れ精度っていうのをそこまで重視する必要がないというかね、粗加工だからっていうんで、サイドロックで粗加工する文化っていうのは国外で結構あるというふうに聞いております。そしてエンドミルにもそのための切り欠きがされておりますと、溝加工をやっていきたいなと思います。1D の深さで加工していきたいなと思います。その後 1.5D 連続してねやっていきたいなと思います。慣れたもの、なるほど、こういう感じの音ね。安定感ある。はい、というわけでね、別にやりたいわけではないんだが 2D のフルスロット加工をやっていきたいなと思います。深いよ深い。ゴー。あれ、めちゃくちゃ静かやな。あれ、何この安定感すごっ。ちなみに全部用意された材料、用意された条件をやったわけなんですけれども、提案力すごいね。こんな感じの切り子になってますね。まさかのワンパス加工ですね。こことここすごいですね。はい、というわけでね、ジム塗布前の映像を見ていただいておったわけなんですが、今はジム塗布後に撮影しております。そんなことはどうでもいいんですけれども、はい、こちら S50C を使って、ハービー1のランピング角度の加工能力の検証をね、やっていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。15度、30度、45度の3種類のランピング角のテスト加工をやっていきたいなと思います。回転送り当たりの条件大丈夫ですかみたいな条件を提示されているんですが、大丈夫らしいということなので、そのままやっていきたいなと思います。はい。ランピングですのでね、上からアプローチするわけですけれども。はい。15度。30度いきます。やる。45度です。45度。距離がだいぶ違う。はい。素晴らしい。左から15度、30度、45度のランピング角となっておりまして、最終的に到達する深さは揃えておりますと。ちょろっと削っただけやないかいみたいなね、思われたところあるんじゃないでしょうか。とりあえず次のパスをね、見ていただきたい。これは AE 切り込み 0.5 となっております。はい。はい、こちらのパスを 1D のフルスロット加工でこの加工をやってくれとケナメタルさんに言われております。
むちゃ言うてきよんな、ほんまに。F891。F891 で45度のランピングですせ。行きましょう。フルスロット。お。あ、そんな感じ？あ、そんな感じ？負荷を取ってなかったか。ちょっと隣にパスを移動させまして、そうでもないな。そうなの？そうなんだ。意外とえぐい加工をしているような負荷ではなかったですね。はい、こちらがもろもろの加工を行いました拡大動画となっております。はい。思いのほか、なんというか、ダメージらしいダメージがないというか、角の部分はシーメン取りとなっております。これはかけたわけではなくシーメン取りとなっております。底板もこんな感じと、加工後の様子を見ていただいたわけなんですが、こちらのハービー1、4枚刃仕様となっておりますが、5枚刃仕様のハービー2という製品がございますということで、こちら、はい、5枚刃仕様となっております。1枚刃が増えたことによって当然刃当たり送りを維持したまま振りをかけるとちょっと速くなりますよねっていうところで、加えてハービー1と同じランピング角の加工性能も持ってますよというハイエンドなスペックを持ったハービー2というのもありますよということで、ハービー1と全然設計が違うんですよ。実は1枚増えただけじゃない、全然設計が違うということで、ちょっとアップを見ていただきたいなと思います。ハービー2の底刃がですね、実はその中心の方に刃があるように見えないんですよ。くぼんでるんですよね、中心が。見ていただくと分かるでしょうかね。これ中心がね、へこんでおりまして、ほんまにお前ランピングいけるんかみたいな刃の形状になっているんですけれども、ちょっとね、今気づいてですね、間違いを訂正しておきたいと思います。ハービー1、ハービー1と私ずっと言っておりましたが、ハービー1は前の型、ハービー 1TE っていうのが今テストしたエンドミル。そして今から加工するのは、ハービー 2TE となっております。TE がついております。はい。こちらが正しい表記となっておりますので、今から修正して喋っていきたいと思いますが、TE となっております。実加工をやっていきたいなと思います。ランプ角に関してはヘリカル穴開けでパフォーマンスを見てみようかなと思います。そして5枚刃ということで、やはりそこ波数増えた分、側刃でのね、加工が、やはりパワーが上がってきているというところで、側刃での荒取り加工、そして、ちょっと加工方法についても提案していきたいなと思います。ではやっていきましょう。先ほどね、クーラントなしでやっておりましたが、さすがにちょっと厳しいなということで、かといって外部給油だと見えないということで、コレットスルーができるホルダーに変えております。ヘリカル穴開きから、やば、怖っ、10度。余裕。10度余裕。そして、AE3 ミリ。AE3 ミリの余裕だな。AE3 ミリです、これ。おー、キリコ。キリコ怖い。キリコ怖いけど。みんな外部給油も使ってくれ。はい。削り上げていく形で、中仕上げに近い形状まで追い込みつつ、荒取りをやっていくと。やっていきましょう。はい。いきますよ。はい。これね、わからんと思いますが、3D モデルここに出しますけれども、こんな感じの底を荒取りしているという感じです。削り上がっていっている。キリコよ。キリコ、外部給油使ってくれ、みんなは。結局何が起きてるかわからなくなってもたけど。はい。ご覧のようにですね、そこに R がある形状で、いわゆる大荒取りを行ったにもかかわらず、ここのね、R 形状が中仕上げレベルまで、取り代をね、取っているという状況になっております。
荒取りでねガタガタした状態だと、たとえ荒取りが速くてもですね、そのガタガタを取るためのパスが必要になるんですが、大荒取りのスペックで中仕上げくらいの加工ができますよというようなね方法を取らさせていただきました。これはねケナメタルさんのエンジニアさんの提案でこういう加工方法をやってみました。非常に便利かなと思いますね。はい。ハービー 2TE のトロコイド負荷制御加工をやっていきたいなと思います。まずは AP22mm、 そして AE は 0.7mm の薄めだね。薄いってわけではないが薄めな感じのやつですね。で、早く送るみたいなトロコイド負荷制御加工をやっていきたいなと。軽快な音。初めて聞くタイプの音だな。なんかすごい抵抗が低そうな感じがするな。感想といたしましては、ビビっているわけでは全くないので、甲高いわけではないんだが、音域はちょっと高くて、なんかこう軽やかな切削音みたいな感じがしました。はい。では、AP22mm はそのままに AE 切り込みをガッと増やして、送りをちょっとだけ落として加工していきたいと思います。すごいな。楽勝やな。楽勝ですわ。この感じだったら 0.7mm 切り込みより 2mm 切り込みの方が、送り等々落としてはいるものの、早いかなと、加工時間は早いかなと思います。0.7mm の場合はね、低負荷な加工ができますので、主軸パワーがちょっと足りないよといった場合にですね、そういったマシンに合わせることも可能ですし、AE 切り込みをガッとかけて、主軸パワーに物を言わせたブリブリとした荒取りをすることも可能なエンドミルとなっております。はい。非常に幅広いタスクをこなせるエンドミルという感じの印象でございますね。仕上げ加工もやっていきましょう。ここ R5 なんですよ。R5。はい。ここ R5 って言ったところはコーナー R が R5 になっております。そしてエンドミルは 5R の10パイのエンドミルとなっておりますので、ベタ当たりしてるんですけれども、ビビらんかったですね。はい。では、せっかくなのでヘリカルのランプ角を変えて加工してみましょう。15度。いくんやな。30度。さすがに。嘘やろ。刺してたやん。ほぼ刺してたけどな。一応カタログスペック45度になってるんですけどね。45度もいってみますか。いってみましょう。わー、嘘やろ。おー。ブラボーブラボー、素晴らしい。ほとんどドリル加工じゃね45度も入っていきましたね。素晴らしいです。ただですね、先に見ていただきました波形状の通り、真ん中がくぼんでちょっとこう刃らしい刃がない形にしてたと思うんですけど、ハービー 2TE はドリル加工はできません。まるでドリル加工のようなランプカックでいきましたけれども、ドリル加工はできませんので、そこら辺はご注意いただきたいなと思います。刃当たり 0.1mm で送りましたので、0.1mm なりの仕上がりとなっておりますが、ご覧のように非常に光沢のある仕上がりとなっております。R5 のコーナー R となっておりますので、10パイのエンドミルを使用しましたので、このコーナーベタ当たりしておるわけなんですけれども、全くビビっておらなかったと。音も非常に他の部分と変化がない程度の切削感となっておりまして、非常に繊細な作り込みがされている波形状なんだろうというふうに想像させられます。そして15度、30度の、そしてこちら45度で行いました。ちょっと入り口にね、
エンドミルが少し逃げたかのような跡がついておると、それなりの負荷がかかっていたんだろうなという感じですね。はい。もちろん仕上げしろを考慮すれば問題はないかなと思います。はい、というわけでね、ハービーシリーズと HPR ドリルのレビューを見ていただきましたということで、実はケナメタルさんではですね、そちらのハイエンドエンドミルとドリルの取り扱いはもちろんなんですけれども、ケナメタルの思想を盛り込んだ設計の廉価版のエンドミルと廉価版のドリルもラインナップにあるということで、5ミルプロ、そして5ドリルという、5シリーズと言っていいのかな。ケナメタルの設計を盛り込みつつも、価格をね、抑えたモデルもあるということで、そちらのレビューをしていきたかったんですけれども、動画の尺が長くなりすぎたということで、後ほどの公開される動画、明日かな、来週かな、に公開される動画で、そちらのエンドミルとドリルのレビューをしていきたいなと思います。普通に加工屋やっていた時は1桁台のランプ角でしか加工をエンドミルを沈め込ませることはなかったんですが、10度まだまだ、20度まだまだ、45度まで、切り込んでいけますよというエンドミルとなっておりました。それでいて負荷が高かったのかというとそうでもなかったということで、ケナメタルのソリッドエンドミルの設計、なかなか大したもんだなと実感させられるところでありました。というわけで今回の動画以上にしたいと思います。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。